今回はシーザーズリワードのダイヤモンドステータスの取得についてお得な方法を紹介しようと思う。お前が実際に持っているステータスだな。ダイヤモンドのステータスを取得するには同一年内にティアクレジットを15000ポイント貯める必要がある。どうすればティアポイントを貯めることができるんだ？基本的にはホテルの滞在費用やカジノのプレー等で貯めることができる。少し前は滞在費1ドルにつき5ポイント貯まっていたのだが、現在では1ドルにつき1ポイントに解約されているようだ。何事も解約されている気がするな。15000ドル滞在費を払ってダイヤモンドのステータスを得る人はいない。大半の人はカジノのプレーにより貯めている。カジノのプレーでどのくらい貯まるんだ？スロット5ドルのプレーで1ポイント、ビデオポーカーは10ドルのプレーで1ポイント貯まるんだ。ブラックジャックなどのテーブルゲームでも貯まるが、僕のようなローラーにとってはテーブルゲームで貯めるのは現実的ではない。ちょっと待てよ。するとスロットで貯めるためには75000ドルプレイする必要があるのか。これも現実的ではないぞ。そうなんだ。普通に貯めようとすると全く現実的ではない。そこで今回は現実的にステータスを獲得する方法を3種類説明しよう。現実的な話を紹介してくれ。まず第1の方法を説明しよう。それはティアポイントのボーナスポイントを利用する方法だ。24時間の間に獲得したポイント数によりおまけでボーナスポイントを得ることができる。これはシーザーズリワードのサイトに記載されている情報だ。この表からもわかるように1日で5000ポイント貯めるとボーナスで1万ポイントもらうことができるんだ。なるほど。1日でダイヤモンドステータスを取得することができるということだな。ただ開始時間と終了時間はカジノによって確認した方が良いわけだな。多くは明け方の時間から翌朝の明け方の時間までだ。僕の場合は過去にこの方法でダイヤモンドステータスを獲得しているんだ。しかし待てよ。5000ポイントということはスロットを25000ドル分回す必要があるということか。そうなんだ。なので十分注意する必要がある。何を注意する必要があるんだ？スロットなんて何も考えずに現金を投入してボタンを押すだけだろ。注意する必要があるのはどの種類のスロットを回すかだ。まず僕が調べた限りではラスベガスのスロットの払い戻し統計情報はこのようになっている。1セントマシーンは 90% 以下となっている。1ドルマシーンは 92% 以上あるようだ。ということは1セントスロットだと25000ドル分回すと平均して2500ドル以上は負けるということだな。そして1ドルマシンであれば2000ドル以下ということか。あくまで統計上の数値ではあるがある程度参考にはなると思う。注意する必要があるのは1回回すのに3ドル分回しても最小のクレジットが1セントのスロットはそれは1セントマシンだということだ。かなり多くのスロットが1セントマシンになると思う。そしてもう一つ注意する必要があるのは大当たり金額が大きいスロットは避けた方が良いということだ。大当たり金額が大きいスロットはその分大負けする可能性が高まるからだ。もちろん実際に大当たりすることもあると思うが大負けする可能性の方が高いと思う。つまり統計上では2500ドル前後の負けで済むはずが大当たりが来ないと5000ドル以上の大負けを被ることも十分考えられる。
それに1200ドル以上の大当たりの場合は税金の心配がある。税金を請求されるのか。そうみたいだ。ちなみに僕はまだ税金を払ったことはない。つまり一撃で1200ドル以上は当たったことがない。それはそれで寂しい話だな。ほっといてくれ。僕の場合はポイントを貯めるときは1ドルマシーンのブレイジング7という機種をよくプレイしている。この機種は大当たりでも1000ドルなんだ。今までに2回ほどこの1000ドルを当てたことがある。比較的に大怪我の少ないスロットだと思う。なるほど。あとはビデオポーカーをプレイするのもポイントを貯めるのにおすすめだ。そうなのか。ビデオポーカーは1ポイントを貯めるために10ドルプレイする必要があるんだろ。そうなんだ。でもビデオポーカーはスロットに比べてペイアウト率が良いんだ。ビデオポーカーはブラックジャックと同様にストラテジーを覚える必要がある。しかもゲームの種類がたくさんある。例えばジャック・オア・ベター、ボーナスポーカー、ダブルボーナスポーカー、ダブルダブルボーナスポーカー、リューシーズ・ワイルドなどいろんな種類のゲームがある。そしてゲームの種類によってストラテジーが少し違っていたりするんだ。それはそれで大変そうだな。重要なのはゲームの種類と払い戻しのクレジット数により払い戻し率がわかることだ。つまりプレイをする前にネットで調べればプレイしようとするマシンの払い戻し率を知ることができる。ストリップ地区のカジノはビデオポーカーの払い戻し率がかなり悪い。本格的にビデオポーカーをする場合はダウンタウンかローカルカジノがおすすめだ。ストリップ地区のレートの低いマシンは 96% 前後が多いと思う。レートが高いマシンは 98% 以上あったりするんだ。ただしレートが高いマシンは大当たり金額の大きいスロットと同様に大負けする危険を伴っている。プラネットハリウッドで100ハンドの1セントマシンを見つけたんだが、これがポイント稼ぎには良いのではないかと思っている。100ハンドなのでビデオポーカーの大当たりに相当するロイヤルフラッシュもそこそこゲットすることが可能だ。昨年の4月にポイント稼ぎをした時はスロットのブレイジング7とビデオポーカーを組み合わせてポイントを稼いだ。この時はダイヤモンドステータスを取得するのに1100ドルほど費やしたんだ。比較的リーズナブルに達成できたと思っている。なるほど。でも1日で5000ポイントを稼ぐのはかなり時間がかかるんじゃないのか。その通り。かなりの時間拘束されると思っておいた方が良い。その場合は1日で2500ポイントを2回実行することでダイヤモンドステータスを得ることができる。なるほど。ボーナスポイントの倍率が同じなのでそういう方法もあるな。次に2番目の方法を紹介しよう。この方法は1番目の方法の応用編のようなものだ。実は少し前にアメリカ人の YouTube 動画を見ていて教えてもらったので、僕はこの方法はまだ実行したことがないんだ。大丈夫なのか。どうも年に2回から3回ほどティアクレジットの5倍デーというものがあるらしいんだ。そうなのか。ワンデーボーナスよりも倍率が高いぞ。この日を狙って滞在し1日で2500ポイントを稼げばワンデーボーナスと合わせて17500ポイントとなる。ただし難しいのは5倍デーの日程がいつ頃決まるのかということだ。アメリカ人 YouTuber の情報ではイースターの時期とクリスマスの時期に5倍デーが設定されることが多いらしい。まあその時期に行けるかどうかはわからないが、
予定が合えばこの方法は十分検討する余地があると思う。そうか。まあ頑張ってくれ。でも第一の方法の半分のポイントを稼げば良いことを考えると、第二の方法は良い方法だな。そう思う。第3の方法はファウンダーズカードというのを保有することだ。ファウンダーズカードとは何だ？クレジットカードの種類なのか？いや、詳しくは知らないのだが、イメージとしてはステータスを買うようなものだと思う。年に数百ドル払ってこのカードを保有すると、シーザーズリワードのダイヤモンドのステータスが与えられるようだ。他のいろいろなホテルなどのステータスも得ることができるようだ。ステータスを得るという意味では、ある意味この方法が一番確実だと思う。ただし、自分でも持ったことがないので詳細はわからない。しかし確実にリゾートフィー無料、100ドルディナークーポンなどの特典はあるはずだ。ポイント稼ぎでカジノで大負けする心配もないので、この方法が一番確実かもしれないな。そう思う。以上がお得にダイヤモンドステータスを取得する3つの方法だ。ところで、お前はまた2月に行くらしいな。今回は1月中旬にマイルの特典航空券でビジネスクラスの空きがないか検索していたところ、たまたま空いていた日程で予定を組んだんだ。初めての10日間滞在の長期日程だ。いつも宿泊するプラネットハリウッドはコンプではなかったので、コンプが出ていたハラーズホテルに前半5泊宿泊する。バスタブがなさそうなので少しがっかりだ。無料で宿泊できるだけありがたいと思えよ。後半5泊はローカルカジノに宿泊してブラックジャック三昧だ。まあせいぜい頑張ってくれ。今回はストリップ地区のホテルの動画をたくさん撮って投稿しようと思う。そうなのか。よろしく頼むぞ。